メイウェザー破産。序章。世界5階級制覇。生涯獲得ファイトマネーは1200億円超。ボクシング史上、最も稼いだ選手の一人が、フロイド・メイウェザーです。そのメイウェザーが2026年、アメリカの税務当局から、パスポートを執行させると通知されました。未納税額は、租税選手特権と差し押さえを合わせて、およそ10億8000万円。1200億円稼いだ人間が、10億円の税金を払えないのか、そう感じた方も多いと思います。今回は、この件を税理士の視点から読み解いていきます。単なる浪費家のしくじり話ではありません。高い所得を得るすべての方にとって、無関係では済まない構造的な問題が、ここには隠れています。一章執行。まず、IRS とはどういう組織なのか、確認しておきましょう。IRS とは、INTERNAL、REVENUE、サービスの略で、日本語に訳すと米国内国歳入庁です。日本で言えば、国税庁にあたります。ただ、IRS の徴収権限は、日本の国税庁よりも格段に強力です。まず、給与や銀行口座への差し押さえは、日本と同様に行われます。さらに、不動産や車両など資産への選手特権設定も可能です。そして今回のポイントになるのが、パスポートの執行です。2015年にアメリカで施行された FAST 法という法律により、IRS が認定した深刻な税滞納者については、国務省に通知してパスポートを執行させることができるようになりました。認定の基準は、未納税額がおよそ6万ドル、日本円にして900万円程度を超えた場合です。日本にはこの制度がありません。日本では、税金を払わなくてもパスポートが止まることはありません。アメリカがなぜここまで強力な制度を持つのか。それは、富裕層がパスポートを使って海外に逃げてしまうことを防ぐためです。メイウェザーのように国際的に活動するアスリートにとって、パスポートを止められることは、仕事そのものを止められることを意味します。IRS にとっては、非常に有効な圧力手段です。2章構造。では、なぜメイウェザーほどの人物が、これだけの税金を未納にしてしまったのか。豪遊したから浪費癖があるから、そういった見方もありますが、税理士の視点から見ると、もっと根本的な構造的問題があります。それは、所得の時間的な偏りです。ボクサーの収入構造を考えてみましょう。一般的な会社員は、毎年ほぼ一定の給与を受け取ります。税額も毎年ほぼ一定で、給与から転引きされるため、税務的な管理が比較的シンプルです。ところが、トップボクサーの収入は、全く異なります。1試合で数十億円、数百億円を稼ぐ年がある一方、試合のない年は収入がほぼゼロになります。つまり、生涯の所得が、わずか数年間に極端に集中する構造になっているのです。2015年のパッキャオ戦は、史上最高のファイトマネーとして話題になりました。あの1試合だけで、メイウェザーはおよそ370億円を手にしたとされています。アメリカの所得税率は、最高で連邦税 37% です。さらにネバダ州には州所得税がありませんが、他の州では州税がかかります。370億円に対して 40% 近い税率がかかるとすれば、納めるべき税額はおよそ150億円規模になります。問題は、試合で370億円を受け取った瞬間に、頭の中で150億円を税金として区別できるかどうかです。これが実際には非常に難しい。人間の感覚として、手元に来たお金は全て自分のお金と感じてしまいます。税金は後から請求が来る。その間に使ってしまう。さらに、予定納税という制度があります。アメリカでも日本でも、所得が一定以上の自営業者や個人事業主は、1年に4回に分けて所得税を前払いする義務があります。この予定納税を怠ると、延滞税や利子税が積み重なっていきます。未納が長期化すれば、元の税額に延滞税が加わり、雪だるま式に債務が膨らんでいきます。これが、10億8000万円という数字の実態に近いと考えられます。3章破産。では、メイウェザーが今取り得る手段は何か。報道によれば、以下の選択肢があるとされています。1つ目は、債務を全額支払うことです。2つ目は、司法省と分割払いの契約を結ぶか、和解することです。3つ目は、財政的困窮またはなりすまし被害によって、税債務が徴収不可能であることを証明することです。4つ目は、破産を申請することです。ここで少し驚かれた方もいるかもしれません。破産申請がパスポート執行を防ぐ手段の一つとして挙げられているのです。これは矛盾しているように見えますが、制度上の理屈としては筋が通っています。破産申請をすると、自動的差し止めオートマティックステイという法的保護が発動します。これにより、IRS を含む全ての債権者が、その時点での追加的な徴収行為を停止しなければならなくなります。パスポートの執行措置も、この対象に入り得ます。つまり、破産申請は資産がなくなったことを意味するのではなく、債務の整理と保護を法的に進めるための手続きでもあるのです。日本でも、自己破産の手続きは債務者保護の側面を持っています。破産すると、手元に残せる財産の範囲が法律で定められています。生活に必要な一定の資産は守られます。この仕組みを知っているかどうかで、同じ状況への対処が大きく変わります。4章別の、メイウェザーに限らず、プロスポーツ選手の引退後の破産は、世界的に見て非常に高い割合で起きています。アメリカの研究では、
NFL 選手の約 80% が引退から5年以内に深刻な財政難に陥るとされています。NBA 選手でも同様の傾向が報告されています。あれだけ稼いでいるのになぜと感じる方が多いと思います。この問いに対する答えの一つが、稼ぐ能力と守る能力は全く別の能力であるという事実です。メイウェザーはボクシングにおいては史上最高クラスの才能を持っていました。練習の質と量も常人を超えています。ただ、税務の管理、資産の保全、専門家の選別といった能力はボクシングの才能とは全く別の話です。成り上がりと呼ばれる貧しい環境から突然大金を手にした人には共通するパターンがあります。まず、周囲への散財があります。親族や友人に求められるまま金を使います。断ることがコミュニティを裏切ることと同義とされる文化的な背景もあります。次に、怪しい投資案件への関与があります。あなたのお金を増やしてあげますと近づいてくる人間は、大金を持つ人物の周りに必ず現れます。そして、税務管理の放置があります。税理士に任せているから大丈夫と思っていたら、実際には適切な処理がされていなかった。あるいは税理士自身が搾取していたというケースも、アメリカでは多数報告されています。これは、メイウェザー固有の問題ではありません。日本でも、現役時代に多くを稼いだアスリートや芸能人が、引退後に苦境に陥るケースは珍しくありません。故障対策。では、税理士として、どうすればよかったのかを考えてみましょう。あくまで一般論ですが、突発的に大きな収入を得た場合、真っ先にすべきことがあります。それは、税金分を即座に別口座に移すことです。考え方としては、受け取った金額のうち、一定割合は最初から自分のものではないと認識することです。アメリカの場合、最高税率資格が適用される高所得者であれば、少なくとも 40% は税金として確保しておく必要があります。370億円を受け取ったとすれば、148億円はそもそも使えるお金ではない、という認識を持てるかどうか。これは精神論ではなく、制度上の現実です。次に、信頼できる専門家の選び方についてです。節税してあげます、税金を大幅に減らせますという話を持ちかけてくる人間には慎重であるべきです。合法的な節税には限界があります。魔法のような節税策には必ず裏があります。特に自分で理解できない仕組みに大きな金額を投じることは極めてリスクが高いと言えます。さらに報酬体系の確認も重要です。専門家に支払う報酬が成功報酬型であれば、専門家はリスクの高い手法を進めるインセンティブを持ちます。固定報酬で動く専門家の方が長期的には安全な場合が多いです。これらは高所得の経営者、投資家、フリーランサーにもそのまま当てはまる考え方です。収支本質。最後にこの件を通じて見えてくるお金の本質について少し話させてください。メイウェザーはパスポート執行を防ぐ手段として破産申請が選択肢にあると報道されました。これは制度を知っている人間だけが使える武器です。同じ窮地に立たされていても、制度を知っているかどうかで選択肢の数が全く違います。知識は資産を守るという言葉がありますが、税務や法律の知識は稼ぐ力と同じくらい重要な防衛手段です。メイウェザーの事例は極端に大きな数字が並ぶために自分とはかけ離れた話に感じるかもしれません。ただ、構造は全く同じです。ある年に所得が大幅に増えた。税金の管理を後回しにした。延滞税が積み重なった。規模が違うだけで、日本でも毎年多くの方が同じパターンで税務上の困難に直面しています。稼ぐことに集中することは大切です。ただ、稼いだ後を守る力を同時に育てていくことが長期的な安定につながります。今回の動画が何か一つでも参考になれば幸いです。